こんにちは、モーリーです。旅は自己投資ということで、今回は愛知県名古屋グルメ旅をお届けいたします。欲望のままに名古屋名物を食べまくり、名古屋の食文化に触れたいと思います。ぜひ大画面でゆっくりご覧くださいませ。それではどうぞ。愛知県名古屋市は日本の真ん中、愛知県西部にあり、日本三大都市の一つです。海外や日本国内からのアクセスが便利で、市内の交通網も充実しており、多くの人で賑わっています。人口は約230万人。名古屋城など歴史的な観光名所から話題の商業施設、オリジナリティあふれる料理など見どころも満載です。名古屋は東京と大阪の中間に位置するため、東西の食文化を取り入れながら独特の食文化を作ってきました。名古屋名物と言われる料理は小倉トースト、きしめん、手羽先、天むす、ひつまぶし、味噌カツ、味噌煮込みうどんなど、味噌や香辛料をたくさん使ったものや珍しい組み合わせのものなど、自由な発想による料理が特徴。味の濃い料理が多いですが、一度食べると癖になる魅力を持っています。さあ、名古屋にやってまいりました。今日はですね、開業したばかりのティアート、そして名古屋の飲み歩きもやりたいと思います。さあ、ランチということで黒豚やラムチーというところにやってまいりました。やっぱり味噌カツ食べたいですね。これですね、味噌カツランチ頼みました。一番人気だそうです。楽しみですね。じゃあいただきますね。これが味噌カツか。やばいやばいやばい。ご飯がこれぞ味噌カツって感じの甘辛な、甘辛でもないな、甘いソース。ちょっとなんかアウェー感もあったんで、やっぱ神戸から来た人間にはね、ちょっと冷たくされるのかなと思ったけど、味はね、僕を大歓迎してくれてました。疑ってすみませんでした。多分僕がね、閉店間際に来てるからです。いやー、美味しかったですね。それではホテルに向かいたいと思います。さあ、それではね、飲み歩きに出かけたいと思うんですけど、まずはね、ちょっと人気の焼肉ホルモンの店行きたいと思います。ひつまぶしのね店とか手羽先の店とかいろいろあったんですけど、残念ながら今日は定休日ともう時間的にね閉まっておりました。もうね時間9時超えてるんで、ちょっと仕事してたらねご飯の時間が遅くなってしまいました。なので今日はこっちのね有名な食べ方なんですかね、そのホルモン屋さんと味噌煮込みうどんですね、それを食べて今日はね締めたいなと思います。さあ、ティアッドからね約5分ぐらいですかね、歩いたところにありました、トンチャン、なんか人気っぽい。なんとちょうどオーダーストップになってしまいました。しかも撮影 NG でした。行ってみたかった。ここ行ってみたいと思います。本当は2軒目に行こうと思ったんですけどね。最高。東京です。麺もコシがあってきしめんのうどん、いやー
ちゃ濃厚でうまいな。具材も、一つ一つが存在感がある。スープもね、味噌煮込みでめちゃくちゃ存在感あるのに、この麺も存在感あるし、このかまぼことかね、この辺全部存在感あります。ビールかな。あっという間に食べてしまった。ごちそうさまでした。美味しかった。僕はですね、先ほどの煮込みうどん食べた店から3分ぐらいかな、歩いて良さげな焼き鳥屋の店に行こうと思います。本当はねこれで終わろうかなと思ったんですけど、やっぱ煮込みうどんだけじゃちょっと物足りないのと、ビール飲んだらやっぱ食欲増しちゃいました。というところで2軒目食べたいと思います。ちょっと順番逆だろうみたいな感じですけどね、こちら1軒目にするべきでした。あわ安っ。それでは2軒目いただきます。心臓からいただきます。ゼリーもいただきます。うまい。牛タンステーキ。これ40円の皮いただきます。名古屋は鶏もうまいですね。今日のね飲み歩きはこれぐらいにして、ホテルに戻ってデザート食べます。はい、それではねホテルに戻ってきまして、なんかちょっとねスイーツ食べたいなと思ったんですけど、もう夜のね11時半ぐらいなんで、どこも開いてなかったということで、ちょっとコンビニでいろいろ物色したら、いやこれちょっとね名古屋だけに売ってるものかわかんないんですけど、雪見大福米田コーヒー店小倉あんバターっていうねものが売ってました。名古屋といえば米田コーヒーですね。小倉あんバターということで、これをいただきたいと思います。お、やべ、もうちょっと結構溶けてるな。ふわふわ。いただきます。とろける。うまっ。バターの味もするし、あんこの味もするし、僕史上2番目にうまい雪見大福ですね。で1位はねやっぱバニラっす。だから結局余計なことしない方がいいっていうことですね。何でもシンプルが一番っていうことですよ。皆さんもそうですよね。なんかちょっとでもねかっこよくあろうとか、もっと可愛くあろうと思ってどんどんこう化粧したりとかいろいろいじったりとかしちゃいますけど、結局あなたのそのままがいいということなんですよ。そんなこともね雪見大福、そしてこの名古屋の旅は教えてくれるんですね。まさに旅は自己投資ですね。ありがとうございます。名古屋飯といえばね、何を思い浮かべるでしょうか。そうです、ひつまぶしですよね。ひつまぶしをね今から食べに行きたいと思います。いやしかし暑いな。名古屋都会だな。すごいこの出会いカフェみたいなね、なかなかえぐいビルの中にひつまぶし花岡っていう結構老舗が入ってるというね、面白いですね。ひつまぶし花岡ってこと言ったんですけど、なんか事業本部ってなってるんですけど大丈夫か。間違えて会社来てしまった。でも Google マップにはちゃんとここへ出てたんで、と思ったら2階でしたね。ひつまぶし花岡危うく6階に行くとこでしたけど、本当にそこは事務所だったみたいです。ここか。こっちから行くんや。入り口が逆でした。うわ、いい匂いするな。
一番おすすめのひつまぶし上を頼みました。僕みたいな小食の方はこの小花2分の1のサイズでも食べれるから安心ですね。ひつまぶしを楽しむにはルールがございます。じゃあ真っ昼間からいただきたいと思います。じゃあそれではいただきます。ひつまぶしのね始まりって諸説あるんですけども、名古屋熱田区の料亭熱田蓬莱軒から生まれてね、瀬戸焼きのね器でうな丼の配達してたんですけど、それだと器が割れるのでおひつに入れてうなぎを運んでたんですけど、それだとご飯が残るのでうなぎを細かく切ってご飯が残らないようにしたんですね。いただきます。うまそう。僕の頭の中にメロディーが流れました。あの BGM が多分今流れてるはずです。濃厚、そして味がね引き締まってる。じゃあ次はちょっとこちらに入れて、じゃあ次は薬味をつけて、うまそう。これはうまいわ。普通にそれしか言葉が出てこない。こう濃厚な味なんですけど濃すぎない。それでいてなんか普通濃い味になると結構直球勝負みたいになるんですけど、奥深い味、めちゃくちゃ計算され尽くしたこのタレと焼き加減、それでこのうなぎもねふわふわですわ。ビールにも合うわ。次はねお茶漬けいただきます。これもうまそう。まっ。次はね梅茶漬けいただきます。うなぎと梅の相性、実は理にかなった相性の良い組み合わせですと。梅はうなぎの油分の消化を助け胃を整えます。またうなぎに多く含まれるビタミン A、B、D、E とクエン酸は疲労回復に効果的な栄養素で、健康効果や美容効果を期待することができると言われていますと。じゃあいただきます。梅とうなぎを一緒に食べます。うめえ。うめえ。このねうなぎと梅干し、昔はね良くないってされてたんですよ。悪いことだと。それがもう常識が変わったんですよ。僕たちもそういうことないですか？なんか今まではねこんなことやったらダメだとか思ってたもんが、冷静に考えてみたらいやいややった方がいいじゃんみたいなね、そういうことってあると思うんですよ。僕もねこう旅しながら仕事してるっていうのもそうですよ。僕も旅しながら仕事をやり始めた時、ね、ちょうど15年前ぐらいでした。もうね結構反発も多かったです。はあみたいな、ちゃんと仕事しろよみたいな、これからちょっと旅に行きますって連絡をすれば嫌がらせのように連絡を浴びせてきたりとか、なんかタスクを浴びせてくるようなね人もいたりとか、いろいろありましたけど、今となれば旅しながら仕事するって別にそこまで悪いことだっていう印象じゃなくなってると思うんですよ。まさに常識が変わった、そういうことですね。これからもね僕たちが思ってる常識変わると思います。音楽もそうです。CD 買わないと音楽聴けないと思ったけど、どうですか皆さん？ CD 買います？買いませんよね。もうテレビが絶対だと思ってた。でもどうですか皆さん？今 YouTube 見てますよね、テレビで。そういうことですよ。常識が変わります。皆さんも今これが当たり前だと、こうするしかないんだと思っていることをもう一度常識を考え直してみましょう。そんなこともねこの花岡さんは教えてくれるんですね。暇つぶしに来た甲斐がありました。ひつまぶしだけにな。はい、それでは今日もね飲み歩き行きたいと思います。今日は手羽先ですね。名古屋といえば手羽先食べに行きたいと思います。ここですね、手羽先むつみ。ここ行きたいなと思うんですけど、空いてるかな。手羽先は飲み物って書いてますね。
今日はハイボールからスタートになります。ハイボールもうまいな。今入った。今日いただきます。長芋うまそう。こういうのいいっすね。居酒屋メニューでね。卵がまたいいな。きゅうりもいただきます。俺の目の前に。うまい。これは最高だな。マゴだな。手羽先すげえな。人気ランキング。素晴らしい。手羽先人気ランキング第1位になったお店だそうです。これはすごいな。めちゃくちゃ赤い。どう食べたらいいの？このソースだけでもめっちゃ辛いと思ったら甘辛い感じで。黒いただきます。どれも美味しいですね。なんか絶妙な味。個人的には白が美味しかったかな。まあもうおっさんですからね。おっさんにはあんまりこう濃すぎないやつの方がうまく感じます。でも手羽先は飲み物って書いてたんですけど、本当に飲み物のぐらいどんどん食べれますね。酒のつまみにぴったりです。塩加減も絶妙でうまい。あ、これ食べやすいな。手が汚れへん。これ食べやすい。赤も食べてみよう。汚れないのがいいな。手羽先の方が味はうまいけど、こっち食べやすいからいいっすね。落ち着いてね食べるようなお店ではないですが、味は最高に美味しかったです。ごちそうさまでした。このモーニングはねどこで発祥したのかというと、歴史としては1950年頃にね繊維業が盛んであった愛知県一宮市で、商談などで朝から集まった人のために店がねピーナッツやゆで卵をつけたのが始まりとの説があるんですね。人気店、名古屋のモーニングといえばここということで聞いて、加藤コーヒー店にやってまいりました。めっちゃ行列できるって言ってたけど2人だけですね、並んでるの。こんな感じのメニューになってるみたいですね。すごいな。色紙も結構あるし、コーヒー豆をね取り置きしてる方がめちゃくちゃいるのが分かります。P のなんか受賞歴ですかね。よくわからないですけど、それっぽいものがいっぱい飾られてます。ここでいってみました。来ました、モーニングセット。うまそう。めちゃくちゃいい匂いがする。世界最高峰カップオブエクセレンス受賞ということでね、 COE エチオピアジノカップオブエクセレンスは現在最も権威のあるコーヒーの品質認証ということでね、100点満点中85点以上の評価を得たほんの一握りのコーヒー豆のみ授かることができると。じゃあいただきます。匂いもいい。
なんかコーヒーの匂いというよりなんか花束を思わせるような香りですね。コーヒーここまで美味しくなるんや。白桃やね。ベリーのような果実感のある甘さ、そして上質な酸味をね僕を包んでくれますって書いてありますね。コーヒーでそんなこと感じたことありますか？小倉トーストバターと一緒に小倉バターなんでいただきます。絶対うまいやつやこれ。これがサービスか。これが名古屋のモーニング文化なんですね。これはもう絶対全国全世界取り入れるべきです。普通の店だったらもうサービスどころかこれがメインですよ。コーヒーに合うな。これだけのねコーヒー豆を予約してる人がいるんで捨てじゃないです。淡路島のね旅した時もコーヒーこだわってる方がいて、そこでもコーヒーの奥深さってすごく学んだんですけど、それを学んだ後だからより深く味わえます。やべえ、卵の抜き方下手すぎる。あるあるっすね。卵はモーニング感をね 200% にしてくれますね。ごちそうさまでした。さあ帰りにねちょっとだけ名古屋城をちらっと見て帰ろうかなと思ったら雨が降ってきました。もう旅の終わりはいつも雨ですね。見えますか？名古屋城金のシャチホコ見えました。で詳しく見たい方は名古屋に来て名古屋城を見に行きましょう。この堀も立派ですね。簡単には城に入らせないという気持ちが出ておりますね。さあコンパルにやってまいりました。ここも名古屋で有名な喫茶店ですね。でちょっと僕ねちょうど帰りに寄ったんで駐車場付きのね平和店に行きましたけども、栄店もあるんでそちらに皆さんは行ってください。視聴者さんからもねおすすめいただいたんですけども、このエビフライサンドっていうのがおすすめって聞いたんで、これをランチ代わりに食べたいなと思います。こんな感じでメニューが出てますね。モーニングとかランチもあります。いろいろサンドがあって、このエビフライサンドっていうのが人気ナンバーワンなんでこれを頼みました。それではバナナジュースですね、いただきましょう。こんな感じですね。バナナジュースにねこうホイップクリームが乗ってるっていうのが結構特徴的なんじゃないですか。いただきます。結構あっさりな感じ。ごくごく飲める。それとこのホイップクリームを名古屋っていうのはもう結構なんか足してみたいな文化なんですかね。味噌カツとかの味噌にソース足してみたいな濃い味にしていってるんですけど、バナナジュースだけど普通に濃いと思うんですけど、それにさらにこうホイップクリームを足すみたいな。小倉バターとかもそうじゃないですか。小倉だけでもいいのにさらにバター出して、しかもホイップクリーム足してみたいな。シャチホコとかもシャチホコでいいのに金のシャチホコにするみたいな。足しても俺が一番だみたいな感じがあるのかもしれないですね。知らんけど。エビフライサンド来ました。これやばいな。いただきたいと思います。うまそう。これです。うまそうですね。あ、いい匂い。あ、エビフライのいい匂い。いきます。めちゃくちゃジューシーやなこれ。エビのプリプリ感とジューシー感、そして卵とかねキャベツのバランスが良くて食感はすごい。でパンはねカリカリなんで水分とそのカラカラな感じのバランスとか味のバランスがすごくいい。これは絶品だ。このコンパルでのねアイスコーヒーの召し上がり方はこういう感じなんですよ。氷とね普通のあったかいコーヒーが出てくるんで、それを冷やして飲むみたいな感じなんですよ。で、砂糖なんかも入れたい人は先に入れろということなんですけど、僕はブラック派なんでそのまま
きますけど、面白いですね、このスタイル。で、このコンパルっていうのは、皆さんもよくご存知の米田コーヒーさんですね。ここも名古屋が発祥だと思うんですけど、それと同じぐらい歴史がある、昭和の時代から、長くやってる老舗なんですね。それが全国展開したか、地元でやってるか、みたいな違いですね。ではこうやってね、カメラを撮りながら入れていきますね。下手くそすぎるよ。おいこぼしすぎたが。そうちょうど入るんで。いや、めっちゃこぼしてるやん。いやめっちゃこぼしてもだ。やらかしたな。大丈夫です。すいません。そうなんですか。それも名物。そうです。こぼすのも名物だったみたいです。みんなもこぼしていきましょう。いただきます。ちゃんとアイスコーヒー。うめえ。コーヒーうまいな、名古屋。はい、これでね、名古屋の食べ歩き終了でございます。ちょうどね、終わったら土砂降り並みになりました。いや、本当はね、きしめん屋さんにもちょっと寄りたいなと思ったんですけど、今もう夕方の4時で、なかなかもうやってないですね、この時間は。ということで、今日はもうこれにて撤収ということで。いや、本当に美味しいお店多かったですね。でちょっとね、残念だったのは、今回行ったところが老舗が多かったのかもしれないですけど、現金払いがね、意外と多くて、ほぼキャッシュレス対応してんじゃないのみたいな気持ちで行ったら、結構困りましたね。僕も現金はあんまり持ち歩いてないので、その工面大変でした。というわけで、名古屋また来ます。名古屋は楽しい。皆さん旅行行くのに着るリュック使ってますか？これ今僕着てるんですけど、見てください。これパッと見そんななんか物入ってるように見えないですけど、実はめっちゃ物入ってます。財布はここに入ってますし、名刺、パスポート、イヤホンも必要ですね。急にスイッチやりたくなったら任天堂スイッチあります。で、対戦したいなって言ったらもう1本入ってます。それ入れても薄いんです。そして鍵ね、車の鍵つけたりとか財布だったりとかも入れることができます。財布何個入れんねんって話ですけどね。そして外側にももちろんポケットが2つついておりまして、除菌シートだったりとかも入れれますし、なんと後ろにですね、ペットボトルもですね、こう入れることができるんですよ。これだけでもめっちゃ入れやんって思うけど、なんとこの後ろにですね、パソコンまでこれだけ物が入ったらもう旅行先でご飯食べに出かけよう。でもスイッチやりたいかもしれんし、仕事ももしかしたら入るかもしれん、喉も渇くかもしれんみたいな、そんな心配性なあなたでも全部入れていきます。リュックとか背負ったらやっぱスリにあったり怖いじゃないですか。キリュック、旅行する人には絶対必須です。旅は自己投資。キリュルックベストの新作キリュルック2も出ました。ここにはポケット追加されまして、さらにサイドファスナーだったりとか隠しポケットも追加になってめちゃくちゃパワーアップしてます。肩幅も細くなって女性の方でも着やすくなってます。ブラックとネイビーどちらか好きな方をどうぞ。旅は自己投資。はい、皆様大変お待たせいたしました。リクエストの多かった夏用のキルリュックが誕生しました。その名もキルリュックエアーということでね、めちゃめちゃ軽くて薄いのに収納力抜群です。なんと透明の入れ物もつきまして、ホテルのカードだったりとか航空券だったりとか見せたいもの、どこに置いたかわからなくなるもの、ここに入れとくことができます。しかもですね、キルリュックベスト2重ね着できたりとか、その上にさらにキルリュック LS を重ね着することで収納力が2倍3倍に増えていきます。全部揃えてどうぞ。まさに旅は自己投資。最新の動画は長編になりますが、ぜひメインチャンネルもよろしくお願いします。